はい、どうも元です。本年もよろしくお願いいたします。久しぶりに喋ってる動画ですね。クリスマス休暇でですね、ハノイを離れているメンバーが多かったんですけど、ベトナム人のメンバーからですね、年末ライドのお誘いがありました。今回はですね、世界史の授業で聞いたことのあるベトナムとラオスの国境付近にあるディエンビエンフへ行ってきました。2日間トータルでですね、走行距離が450キロ、獲得標高が5500メートル超というライドでした。他の参加者もいるのかなって思ってですね、集合場所に着いたらですね、発起人と僕の2人だけでした。他のメンバーはって聞いたらですね、今回はイージーライドじゃないから2人だけだそうです。連日のですねロングライドでも誘いに乗ってくるキャラクターだというふうに僕がですね認識されているような気がします。ディエンビエンフへのライドはですね、以前にもですね計画したことがあるんですが、獲得標高がちょっと尋常じゃないのでですね、いつも計画倒れになっていました。今回ですね、せっかくのお誘いなので喜び勇んで参加することにしました。今回のルートのですね3分の1はマイチャ村に向かうルートと一緒なので、ある程度把握はしてるんですけど、やっぱり1日の獲得標高がですね3000メートル近くになるので、昨年のですね山岳ライドで学習した僕はですね荷物を極力少なくして、今回のライドに臨みました。天気はですね、スタート地点からマイチャウ村手前のですね峠までは小雨だったり霧という天候だったんですけど、峠を越えたらですね晴れて暖かくなりました。気温はですね20度前後なんですけど、空気が暖かいか冷たいかでですね同じ気温でもだいぶ体感温度に違いが出ますね。服装は半袖ジャージにビブショーツ、アームカバーにジレとウィンドブレーカーでですね調整ができました。年末なんですけど沿道ではですね結婚式の風景をよく目にしました。あとソンラー省に入るとですね少数民族の、方がですね結構目立ちましたね。あんまり僕も詳しくはないんだけど、民族衣装からですねモン族やタイ族の方が多かったというふうに思います。で興味深かったのはですね少数民族の女性のですね髪型ですね。長い髪の毛をですね言って頭の上でですねお団子を作ってるんですけど、バイクに乗るときにヘルメットがですね浮いてるんですね。安全性はともかく伝統的な文化とですね交通ルールを守るっていうのは結構大変だなというふうに思いました。直接ライドと関係ないんですけど、今回、ガジェット類の機能が、便利だなというふうに思いました。一つはですねライブトラック機能ですね。ガーミンの自己検出通知機能っていうのを使ってるんですけど、今回初めて、ガーミンのですねライブトラック機能っていうのを使ってみました。ライド中にメッセージが来てもですねなかなか返信しづらいんで、友人と娘にですねライブトラックのリンクを送ってみました。スマホの電波が入らないところではデータが喪失するんですけど、予定と、走行済みのルートをですね地図上で表示してくれるので、今後の長距離ソロライドではですね常用してみようかなというふうに思います。2つ目はですねパワーメーターですね。僕のロードバイクにはついてないんですけど、今回の相方はですねパワーメーター持ってるんで途半時にですね一定のパワーで登ってもらいました。普段感覚とですねその時の体力に任せて登ってるんで長距離かつ結構な勾配時にはですねペース配分にですねこれは有効だなというふうに思いました。そうは言いつつですね2日目は途半でもですねドロップしてしまいました。道中の食事についてはですね今回2人とも意見が合致してですね麺ではなく米にしました。麺でもですね食べないよりは食べた方がいいんですけど、腹持ちとか、あとはその気分的にですねパワーが出ないっていうか、やっぱり米とおかずの方が僕は走れると思います。
今回もですね、食べ物以外ではニュートリブーストのお世話になったんですけど、それ以外にですね、初めて食べたですね、なんかこうヨーグルトの上にお米が乗ってるやつが美味しかったですね。一見するとジャムみたいに見えるんですけど、赤飯っていうのかちょっと黒っぽいお米がですね、ヨーグルトの上に乗っかってます。今後ですね、ライド中に見かけたら積極的に食べてみたいなという思う食品でした。あと道路に関してはですね、ファビン省のとこの峠が工事中だったんですけど、それ以外は舗装状況も良くて走りやすかったですね。ただソンラーっていう町まではですね、結構大型車両が通るので、すれ違う時は結構神経を使いますね。で景色に関してはマイチャウ、モクチャウ、ソンラーっていったですね、山岳地帯独特の景色が広がってるし、あと少数民族の方々やですね、旧正月に向けてのですね、桃の木の出荷もですね、この時期独特な風景だと思いますね。そこも結構楽しめたのは良かったかなと思います。今回はですね、2日間でですね、距離と獲得標高にちょっと無理があったかなというふうに思ってます。冬なんでですね、日の出がだいたい6時半ぐらい、日没が5時半ぐらいですね。だから日照時間が約11時間で、休憩時間を除いてですね、ライトなしで走れるのは9時間ぐらいでしたね。両日ともですね6時半まで走ったので、最後の1時間っていうのは暗くなってですね、ライトが必須でした。ベトナムではですね、放し飼いの番犬が多いので、山岳部のですね、夜間走行は番犬への注意が必要ですね。毎回山岳ライドで番犬に追いかけられてるんですけど、今回はですね、技を身につけたので、大きな問題はありませんでした。年末にですね、日本人ライダーとですね、忘年会をしてですね、そこで伝授してもらったんですけど、番犬がですね、戦闘態勢に入ったらですね、吠える、こっちの方がですね、吠え返すっていうのがですね、有効ですね。皆さんもですね、番犬に追いかけられそうになったら、犬の目を見てですね、一生懸命吠えてください。2日目のですね、ディエンビエンフ手前のですね、峠の登りで3匹の番犬に襲われそうになったんですけど、見事僕は吠えて追い返すことに成功しました。ディエンビエンフに到着するとですね、歴史的なモニュメントがある小高い丘に登りますね。トップ画像のサムネになってるやつですね。ベトナム人としてはですね、やっぱりここでですね、記念撮影をしたいというふうに思いますね。僕はベトナム人じゃないんですけどね。で記念撮影が終わるとですね、バス乗り場まで急ぎます。8時半出発のバスを乗る予定だったんですけど、抑えられたバスはですね、7時55分で夕食を食べたり服を着替えたりする時間がなかったですね。でおまけにですね、バイクはですね、バスのトランクにじゃなくてですね、バスの屋根にですね、縛り付けるということになりました。個人的にはですね、他の荷物がトランクの中で当たったりするよりは安全かなと思ったんですけど、人によってはですね、そういう運び方は受け付けないかもしれないですね。夜行バスは無事にハノイへ到着してですね、バイクも問題ありませんでした。で元旦の朝にですね、バス乗り場から自宅までがですね、2024年初のライドとなりました。はい、ということでですね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。